問題 A。看板に2つの文字列が書かれている。1つ目がアットコーダー、2つ目がランドならイエス。それ以外ならノーと出力しろ。大文字小文字は区別する。はい。大文字小文字は区別すると言ったが、基本的にデフォルトでそうなるので、特に何もしなくていい。区別するな。って方が面倒で、その時は全部小文字にして比べるのが楽かな。説明欄に C++ のコードも置いたぜ。問題 B。チケット売り場に N 人の客が1人ずつ来る。それぞれの客が来る時刻が小順に入力される。客は、0秒かけてチケットを買い、消える。購入中に他の客が来たら、前の客の購入が終わるまで待つ。それぞれの客の購入完了時刻を出力しろ。どうなるか実際に試すよ。直前の人の購入完了時刻ってのを用意して、とりあえず0にしてスタート。人が来たら、来た時刻と直前の人が消えた時刻を比べて、遅い方から買い始めるよ。終わったら、その時刻を直前の購入完了時刻にセット。これを N 周すれば OK。マックスやミンはかなり便利だからどんどん使おう。問題 C。ポップコーン売り場が N 件あり、全部で M 種類のポップコーンが売られている。各売り場の品揃えがわかっている。全種類買うには、最低何件回る必要があるか？売り場は最大10件、ポップコーンも最大10種類。それぞれの売り場に行くか行かないか全部試すよ。10件でも1024通りしかないね。一般に、20回くらいまでの2択は全通り試せるな。実装は、まあビットマスクでいいかな。見ての通り、整数を2進数で書いて、1を行く、0を行かないと読むとうまくいく。ここでは品揃えもビットマスクで管理していて、そうすると全部買えるかの判定が楽になるが、トータルで楽になったかは微妙な線だな。ああ、深さ優先探索も完全に真っ当な解放だぜ。問題 D。N 箱のお土産が売られている。各箱には何個かお菓子が入っていて、1個につき1円で売られている。安い。この中から M 箱買って M 人に渡したい。それぞれの人にお菓子を何個以上渡すべきか決まっている。合計で最低いくらかかるか？お土産と人の数は最大20万、他は最大10億。ここからは工夫しないと2秒に間に合わないぜ。とりあえず時間を無視すると、お土産をお菓子の少ない順に並べておいて、残ってる中でギリギリ足りるやつをあげてけばいいよね。まあこれで一番安くなるのは当たり前ということにしよう。どうやったら間に合うかだけど、平行二分探索儀っていうこういうやつの専門家がいるね。実はほぼソートのみでもできるが、まあこれが楽だろう。問題 A から Z までの文字がそれぞれ何個かある。このうち一部を並べて1文字以上形文字以下の文字列を作る。何通り作れるか？与えられる数値は全て1000以下で、答えは大きくなるので指定された素数で割った余りを答えろ。まず、一部じゃなくて全部並べるときを考えるよ。とりあえず A を2個置いて、その間に B を3個挟んで、その間に C を4個挟めばいいから、5C3×9C4 だね。実際は使う個数を選べるけど、今までに合計何個置いたか分かってればいいから、動的計画法が効くね。C を置くときは A と B の配置は忘れていいからな。二項係数のための前計算は、汎用性を考えると会場の情報の逆減を計算する方式を進める。問題 F。こんな感じの、行き止まりのない迷路を作りたい。何それ？盤面サイズとスタートからゴールまでのマス数が指定される。スタートは右上、ゴールは右下で固定。そんな迷路が構築可能なら、ASCII アートとして出力しろ。なんじゃそりゃ。盤面サイズは最大 100×100 だぜ。芸術性は捨てて、シンプルに行くよ。まずゴールに直行するコースを作って、足りなかったらちょっとずつ伸ばせばいいはず。最後の3行はくねくねするよ。2マスずつしか増やせないので空気が合わないとダメで、本当にダメであることはマスを交互に白黒に塗れば確認できる。問題 G。リアルで時間が尽きたので雑にやるぜ。各マスに数が書かれた盤面があり、人があるマスから出発して一定の回数だけ行動する。行動というのは、上下左右に1マス動くかその場に留まること。各行動後に、今いるマスの数に等しい点数を得る。最高で合計何点取れるかってこと？ああ。盤面サイズは最大 50×50、ターン数は最大10億。最後にいるマスとそこに行くのにかけるターン数を全探索。途中で立ち止まる意味はないからな。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。